こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今日のテーマはスイング中の大切な8つのポジションです。スイングを行うための体の運動とスイング中のクラブの動き、クラブの運動と捉えた時にどちらも大きく影響し合う8つのポジションを確認しましょう。では8つのポジションを挙げてみましょう。1つ目にアドレス、次にテイクバックをしていって2番目ハーフウェイポジションですね。そして捻転をしっかり取っていってトップ位置です。そして4番目にトップから、ダウンスイングの指導切り返しです。そしてデリバリーポジション、次にインパクト、そして7番目にフォロー、そして8番目にフィニッシュ。この8項目です。それでは皆さんがそれぞれ練習のポイントにも置かれていると思います。その各8つのポジションの中の一つ一つの大切なポイントを挙げてみます。まずアドレスの重要な要素はアライメント、目線、打ち出し方向、スタンス幅、姿勢、ボールポジション、このような大きな重要な要素があります。それぞれの要素の大切なポイントはアライメントの要素ではつま先、膝、腰、胸の向き、体の向きが合っていないとイントゥインやインサイドアウトなどのスイングプレーンがずれてしまったり、打ちたい方向に対してトップの位置のフィニッシュの位置がずれてしまいます。目線の方向は打ち出す方向のイメージや弾道のイメージに無意識に影響されてしまう部分なので、飛球線を見てショットのイメージをするか、ターゲットを見てイメージするか、もしくはボールの落としどころを見てショットするか明確にしたいポイントです。打ち出し方向では前後のアライメント、目線に関連して打ち出し方向も意識していないとクラブフェースの向きやボールとの打点位置が根本的にずれてしまうので、意識しておきたい原則の一つですね。そして次にスタンス幅です。打ちたい飛距離やクラブの番手に応じてのスタンスの広さ、風や傾斜に対応するための広さや両足のクローズスタンスやオープンスタンスなどの使い方、ドローやフェードを打ち分けるためや捻転を上手に使うためのスタンスの使い方ですね。そして次に姿勢です。下半身と上半身の捻転や回転運動を上手に行うための股関節や上半身の軸の作り方、膝の沈み具合、膝の折り方です。またアプローチの種類やバンカーの姿勢も大切です。次にボールポジションです。アドレスでのボールポジションは力の向かう方向は違いますが、インパクトのポジションに戻る大切な位置です。番手によるボールポジションや傾斜などの状況でのボールポジションやアプローチ、バンカーでのボールポジションは重要ですよね。そしてテイクバックして2番目のポジション、ハーフウェイポジションです。テイクバックしてターゲット方向に平行に地面に水平になるポジションです。ハーフウェイポジションの大切なポイントはテイクバックからクラブフェースを低く引きすぎないように、また手振りにならないようにしっかりと腕と胸の三角形をキープして体幹をねじってテイクバックを始めることや、このハーフウェイポジションで右肩右腰が下がってしまうとギッタンバッコンと昔から言われる肩を上下してしまう動きになってしまうので注意が必要です。そしてスイング理論やクラブの番手、アプローチやバンカーを含めたショットではクラブフェースを開きながらテイクバックしたり、シャットに閉じたままテイクバックする考え方がありますが、クラブフェース面を意識したハーフウェイポジションでのクラブフェースの向きは大切です。そしてトップです。トップの位置は下半身と上半身の捻転差をしっかり作り、クラブとしての運動をなるべく素直に回転させてトルク、ねじれが発生しないようなスイングプレーンで振るために重要なポジションです。このトップ位置で右手の使い方でシャフトクロスと言われるクラブをスイングの軌道に戻しづらくなる動きは注意が必要で、左手の使い方、左腕、しっかりと腕を伸ばしてクラブヘッドをターゲット方向の逆側に
クラブヘッドとボールまでの距離をできるだけ遠くにするイメージで腕を伸ばすと言われていますが、ほどほどに行ってください。そしてこのトップでの両手の甲の使い方、小屈や最近のバウドリストと言われる動きですね。両手のリストや両腕の使い方では重要視されています。このトップでしっかりと捻転をとって胸が後方に向いていないと、ダウンスイングでインサイドのボールを捕まった弾道にするためのインサイドの動きができないので大切ですね。そして切り返しです。この切り返しをポジションとして説明すると、トップ位置からほんの数センチのポジションかもしれませんが、ダウンスイングからインパクトまでのゴルフクラブのシャフトのしなりやオンプレーンと言われていますが、クラブをスイングプレーンに乗せるために重要な位置を占めています。自分のスイングテンポに合っていないとシャフトのしなりのタイミングが合わなくなったり、必要以上に勢いで上がりすぎたトップではこの切り返しのタイミングが合わなくなってしまいます。体の動きとしては、切り返しは左足のかかとに踏み込んだ動きと、切り返しと言われるこの一瞬に右手のひらにクラブを乗せる動き、その時の一瞬の上半身と下半身の末端の動きが逆側に相互に引っ張られる動きです。上半身と下半身の末端部分が反作用として逆側に引っ張られる力によってダウンスイングの指導時に連動感のある動きの指導につながります。この切り返しの間やテンポによってパワーのロスなく効率的かつ正確にボールとクラブフェースのインパクトを実現できることにつながります。そしてデリバリーポジション、ハーフウェイダウンとも言われています。トップから切り返し、そしてダウンスイングの動きとなり、テイクバック時のハーフウェイポジションと同じシャフトが地面と平行のポジションです。体の動きとしてこのポジションの大切なポイントは、両腕の通り道や意図的にフェードを打つ意識ではない限りは、イントゥインやインサイドアウトにクラブを振るために、下半身の回転よりも上半身の胸や腕が遅れて捻転がほどかれて回転して、上半身の体幹を効率よく使うために、前傾とテイクバック時の上半身の車軸をキープしてインパクトを迎えたいポジションです。この上半身の飛球線後方側への傾きをスパインチルトと言われています。スパインは背骨、チルトは傾きです。この前傾の傾きと飛球線後方の傾き、スパインチルトのこの軸の使い方は大切です。そしてアイアンでの地面の上に直にあるボールをダウンブローに捉えるための腰の使い方、回転の仕方など下半身の動きとしても大切であり、体重移動としての解釈や上半身の軸の移動としての解釈としての下半身の動き方も大切なポジションです。クラブの動きとしては、このデリバリーポジションでクラブフェースをインパクト時のアングルを作ることによって体の回転とともにオートマチックにボディターンでフォロー、フィニッシュへとスイングプレーンに乗せることができるポジションであります。また、このポジションを通ることによってシャフトのねじれが生じづらく、クラブの力の向きをダウンスイング時にボール方向へ、地面の方向ですね、下に向けて力を向けてダウンブローに振るためにも大切なポイントでもあります。そしてインパクトです。体の動きとして重要なのは、下半身から上半身の胸、腕、クラブの順に捻転がほどかれ、ダウンスイングに入り、インパクトに向かいます。下半身が先行して回転することによって、上半身の胸が遅れて捻転がほどかれて、そして腕、クラブの順に振り下ろされ、ハンドファーストと言われるダウンブローにボールを捉えることが実現できます。この時に先ほど前項でもご紹介させていただいたスパインチルトという飛球線後方側への傾きも意識できると、ビハインドザボールと言われるテコの原理の力に近い力も使え、最近のトッププレイヤーの多くはサイドベンドと言われるこの胸椎の柔軟性を使った動きをされているプレイヤーが多いようです。そしてクラブの動きとして重要なのは、インパクトの大切さはまずボールとクラブフェースの打点によりイメージした球筋、ドローやフェードまたはストレート、
そして高中低という打ち出す弾道の高さなどのための打点位置が重要です。そしてボールに余計なバックスピン量やサイドスピンをかけずにパワーロスをせずに意図した飛距離を出すためのミート率などのボールの捉え方です。前後のデリバリーポジションからこのインパクト、そして次に上げるフォロー方向のポジションは古くからビジネスゾーンやインパクトゾーンと言われるこのゾーンをマスターすればゴルフで稼いだ賞金で生活ができると言われるぐらい大切なゾーンです。次にフォローです。体の動きとしてはまずインパクトからコッキングをほどいていく方向へと解放される両腕を伸ばしていく方向です。特に私個人としてはこのフォロー方向での右手の力を解放する方向はアドレスで作った右手のグリップと深く関係している部分で、右手を解放する方向にグリップをしたらインパクト時にはしっかりと右手を押し込むぐらいに使いたいポイントでもあります。またこの前後の前傾とスパインチルトと言われる上半身の飛球線後方側への傾きをキープしてインパクト、フォロー、フィニッシュへとスイング動作を行うことによってクラブシャフトも余計なねじれ、トルクですね。トルクが発生しづらくなるのでこのフォロー方向での前後の二軸は意識していたいですね。そしてこのインパクトからフォローでの目線がボールを追って頭が動いてしまう動きのルックアップやヘッドアップという動きは気をつけたいポイントです。そしてフィニッシュです。フィニッシュ位置はアイアンのミドルアイアンやドライバーではフィニッシュの位置のイメージは変わりますが、1番ウッドのフルスイングではフィニッシュの位置を先にイメージして振り切りたいポジションでもあります。またアイアンやウェッジも距離に応じたトップ位置からフィニッシュの位置の対象となる位置まで昔から左右均等と言われるポジションまでクラブを運動させる意識で左足のかかとに体重が乗る位置まで確認して振り切りたいポイントです。今回のテーマはスイング中に大切な8つのポジションでした。皆さん練習でこの中のいずれかを意識して練習されているかとは思いますが、この大切な8つのポジションの中にどのような意味があってクラブとの連動があるのかを確認していただきました。これからこの連動動作の中でまた大切な動きなどがあればご紹介させていただきます。今回は大切な8つのポイントをどうぞご確認ください。